皆様こんにちは、セリナです。今回は11月15日発売、ディオールバックステージホリデー2024よりバックステージアイパレットの限定色004のセレスティアルパープルを使ったこちらのパレットの特徴を生かしつつパーソナルカラーを使いこなして似合わせるメイクパターンをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。前回の動画ではこちらのパレット1色ずつの単色塗りとメイクパターンを1つご紹介しましたが、他にもいろいろなメイクパターンを知りたいという方はもちろん、より自分にこのパレットを似合わせやすくなるような自分の持っている特徴に似合いやすいメイクを知りたいという方に少しでも参考になれば嬉しいです。アイシャドウパレット1色ずつの単色塗りやこちらのコレクションで発売されているハイライトや限定のマキシマイザーの詳細について知りたい方は前回の動画でご紹介しておりますので、ぜひレビュー動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回使用していくディオールバックステージアイパレットの限定色004セレスティアルパープルの特徴を簡単にご紹介していきます。こちらのパレットは青み系のピンクやパープルなど透明感あふれるカラーの中にポイントで温かみのあるオレンジカラーがセットされているところが特徴でした。前回の動画ではパープルとオレンジをメインに使ってこのパレットの幻想的なイメージを引き出したメイクをご紹介しました。そこで1つ目のメイクではこちらのパレットの透明感は引き出しつつ温かみのあるカラーをメインに使ったメイクをご紹介していきます。柔らかく可愛らしいイメージに仕上げたい時におすすめなのでぜひお試ししてみてください。まず上段中央のカラーを指に取ってワームアップタのアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらは少しピンクのニュアンスを感じる明るめのオレンジのカラーなので透明感の中に温かみのニュアンスを楽しみたいメイクにぴったりなカラーです。パールと微細なラメのツヤでしっかりと明るさを演出してくれます。続いて上段右のカラーを指に取ってワームアップタの目の際を濃く目を開けた時にカラーが見える位置まで薄くなるようにのせていきます。こちらはミディアムカラーから締め色として使えるブラウンオレンジのカラーですが、ベースに明るめのカラーを仕込んでおくと暗く沈むことなく自然な影をつけてくれます。パレットの中のオレンジカラー2色で仕上げるとこんな感じです。ベーシックなオレンジブラウンメイクを楽しみたい時にこの組み合わせもおすすめです。続いて中段左のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って下まぶた全体にのせていきます。ふんわりとした柔らかいマットベースに微細なラメが散りばめられているので下まぶたにのせるとラメでカラーを楽しめるような感覚で使えるのでパープル系は苦手だけれど挑戦してみたいという方にもおすすめです。最後下段中央のカラーを指に取ってワームアップタ全体に軽くのせていきます。オレンジの温かみニュアンスは壊さずに全体的に透明感を与えてくれます。はい、1つ目のメイクはこんな感じで完成しました。透明感たっぷりの明るいオレンジメイクに仕上げてみました。ベースはオレンジカラー2色でグラデーションを作りましたが、上に薄いブルーと青ラメ、そしてゴールドの微細ラメが輝くカラーをのせたり、下まぶたには柔らかいピンクパープルを忍ばせることで、オレンジをメインにしつつもこのパレットの特徴である透明感やパープルカラーを楽しめるメイクに仕上げてみました。パープルやピンクを自然に楽しみたいという方にとてもおすすめです。明るいカラーや自然なラメが得意な方に特におすすめなのと、パーソナルカラーにおけるとイエベ春やブルベ夏の中のブライトスプリングやブライトサマータイプの方におすすめです。チークには限定のフェイスグローパレットの右上のオレンジをベースに塗った後にさらに上から右下のラメカラーを足して温かみの中に透明感も演出していきます。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目は
パープルをメインにオレンジをポイントで効かせるメイクをご紹介していきます。パープルとオレンジを同時に楽しみつつ、明るい印象のメイクに仕上げたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず上段左のカラーを指に取って、上まぶた、アイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらはホワイトのパールがまぶた全体に塗るツヤカラーです。グラデーションのアクセントに重ねるのにも可愛いですが、こちらをベースに仕込んでおくと明るさと透明感をしっかりと感じるメイクに仕上がります。続いて中段左のカラーを指に取って、さらに上から重ねていきます。このカラー自体もふんわりとしていて透明感がしっかりと出ますが、今回のパレットは全体的に発色はしっかりめなので、ベースにホワイトカラーを仕込んでおくことで、より儚げな透明感メイクに仕上がります。パールのツヤもプラスされるので、とても可愛いです。続いて上段左と中段中央をブラシで合わせて、下まぶた全体にのせていきます。こちらのピンクで目元に血色感は与えつつも、ホワイトと組み合わせることで発色を調整していきます。最後に上段中央のカラーを指に取って、上まぶた、黒目の中心から少し広めの範囲にぼかしながらかけていきます。透明感カラーに少しの温かみニュアンスをプラスしていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。2パターン目のメイクではホワイトパールをベースに仕込んで、全体的に明るく淡いニュアンスのツヤメイクに仕上げてみました。全体的に明るく淡いトーンになるように仕上げたので、カラーの印象は強すぎないですが、角度によってパープルとオレンジ、それぞれ寒色と暖色、どちらのニュアンスも楽しめるところがこちらのメイクのポイントです。発色がしっかりしているカラーが多くセットされているパレットですが、ホワイトパールのカラーをベースに仕込むとこのくらい淡いニュアンスにもできるので、淡く儚げなメイクを楽しみたいという時にとてもおすすめです。パーソナルカラーに分けると、ウルベ夏、イエベ春の中のライトサマー、ライトスプリングの方に特におすすめです。チークは左下のピンクを塗った上に、右下のラメカラーを重ねて透明感を出しています。引きで見るとこんな感じです。続いて3つ目は、深みのある大人っぽい印象のメイクをご紹介していきます。このパレットの発色の良さや上品さをしっかり楽しみたい時にとてもおすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず下段左のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。深みのあるグレーシルバーが面で光るようなパール質感です。このカラーを仕込むと一気に大人っぽく仕上がります。続いて上段右のカラーを指に取って、さらに上に重ねていきます。シルバーの上にこのオレンジブラウンを重ねることで、より深みが増した大人っぽい印象に仕上がっていきます。オレンジブラウンの中のピンクのニュアンスも見えてきてとても素敵です。ディオールバックステージアイシャドウブラシ S にも取って、下まぶた全体にものせていきます。下まぶたにも深みのあるカラーをのせて、しっかり目元を強調していきますが、こちらはパールのツヤがしっかりと乗る質感なので、深みは出ますが重く仕上がらないところがポイントです。続いて下段右のカラーをブラシに取って、上まぶた目尻3分の1にシメールとしてのせていきます。ブラックに近いようなかなり深みのあるネイビーを入れると一気に目元が引き締まります。ブラウンとネイビーの組み合わせも上品でとてもおすすめです。最後に下段中央のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。微細なラメでポイントに明るさを出していきます。はい、3パターン目のメイクはこんな感じで仕上がりました。今回のメイクではグレー、オレンジブラウン、そしてネイビーなど、このパレットの中でも特に深みを感じるカラーを掛け合わせて、このパレットの発色の良さや大人っぽい洗練された雰囲気を楽しめるメイクに仕上げてみました。シルバーとオレンジブラウンを掛け合わせると、よ
オレンジブラウンの中に入っているピンクのニュアンスが見えてきて、しっかり温かみは感じられますが、黄身に寄りすぎないように調整することができるので、オレンジ系カラーを使いたいけれど、黄身が強すぎると似合わせるのが難しいという方にもとてもおすすめな組み合わせです。濃く深みのあるカラーを使って目元をしっかりと強調したメイクが好きという方や、パールの贅沢なツヤを楽しみたいという方に特におすすめです。パーソナルカラーに分けると、イエベ秋の中のストロングオータムやディープオータム、鮮やかな色や深みが得意な方におすすめです。チークは右上のオレンジを広範囲にしっかりと発色させて、チークの境目に左上のホワイトパールを重ねていきます。木で見るとこんな感じです。最後4つ目は、このパレットの青みピンクとパープルのニュアンスを前面に出したメイクをご紹介していきます。透明感あふれる寒色系メイクを楽しみたい時にとてもおすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず中段中央のカラーを指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。こちらのカラーは高発色な青みピンクカラーで透明感抜群です。発色はとてもいいですが、粉質が柔らかいので指でもグラデーションを作りやすいところがポイントです。ベースとしてしっかりとのせていきます。続いて中段右のカラーをバックステージアイシャドウブラシ S に取って、上まぶたの目の際に締め色としてのせていきます。高発色なパープルのカラーでしっかりと目元に陰影をつけていきます。下まぶたとまつげの際にものせていきます。最後に下段左のカラーを指に取って、上まぶた黒目の中心にのせていきます。パールのツヤをしっかりと感じるカラーをのせて、立体的な目元を演出していきます。はい、最後4パターン目のメイクはこんな感じに仕上がりました。4パターン目のメイクでは、このパレットの中でも特に青みをしっかり感じる青みピンクカラーをベースに使って、その上に青みを感じるパープルのマットカラーで目尻と下まぶた全体を締めた後、グレーとシルバーのパールが艶めくカラーでアクセントを重ねてみました。このパレットの発色の良さと青みピンクパープルのニュアンス、そして透明感を前面に引き出したい時にとてもおすすめなメイクです。パーソナルカラーに分けると、ウルベ冬の中のビビッドウィンターやクールウィンター、鮮やかな色や青みが得意な方に特におすすめです。チークは左下のピンクカラーを広範囲に塗ってみました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで11月15日発売、ディオールのバックステージホリデー限定アイシャドウを使ったメイクパターンをご紹介していきました。カラーや質感など様々なニュアンスがセットされているので、このパレット一つで明るめのメイクから深みのあるメイク、寒色から暖色までいろいろなパターンを楽しむことができました。ぜひいろいろな組み合わせを楽しんでみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。